Hello，大家，练练洗衣店第2季第10集。朋友们，我们该来面对现实了。虽然实在是很不想要面对这个剧情，但是我们得承认，小胜他真的就是失忆了。我们赶快来看看接下来剧情会如何发展吧，看看编剧能不能把它圆回来。シェン、お前階段から落ちたって。ああ、でもそんな大した怪我じゃ。慎太郎、大丈夫？はい。胜还记得他们。湊さんのこと本当に覚えてないの？どこかでお会いしましたか？所以是唯独把臭给忘掉了。哦，有个离谱的。虽然不是不可能啊，但是啊。なんでシンはアキラさんのことだけすっぽり忘れてんの？キスしちゃえば思い出すんじゃない？落ち着いて、アスカ。みんな、俺とシンの関係は。シンには黙っといてくれ。啊？覚えてもない奴が恋人だなんて言われたら余計混乱するだろ。我觉得他无论如何都会混乱呐、就干脆就把事实讲出来啊。シンの記憶が戻るまでだから、とっても優しいお兄さんみたいな存在だったってことにしてくれよな。湊さん。这些人的年纪都比米娜都还要小吼，所以都没有办法劝他。哦，这些都还没撤掉，意外就发生了。天哪！これ新兄の。俺が預かるよ。连这个都拿回来了。あいつの記憶が戻ったら、また俺から渡すからさ。啊，李野奶，小臭，你不觉得你这样子，哎，等到小胜恢复记忆，他会不会责怪你？よし。コミック人最新号。入院中は暇だと思うし。漫画都是在洗衣店看的吧？啊，洗衣店也是跟小臭有关的记忆，会不会他连漫画也都忘了？お前の着替えな。もし入院が長引くようだったらまた持ってくるから。小臭，你看你做戏也不做整套的，怎么会是你帮他准备换洗衣物？这小胜会起疑吧？俺とあなたは一緒に暮らしていたんですよね。お前の実家がリフォームするから。うちの空いてる部屋貸してたんだよ。行哦，被你圆谎圆过去了。もうお前んちのリフォーム終わったから、退院したら実家に戻るよな。わかりました。よし、シンが使ってた枕だから。よし。就这样子日复一日给他准备东西，每天来探病，哎。このタオル、なんか可愛くね？はい。小生应该也会怀疑吧，这个关系很好的大哥哥也探病探得太频繁了吧？新兄、明日退院することになりました。湊さんは大丈夫ですか？ああ、俺は平気だよ。小臭一向就是像这样子，都会否认自己的感受，吼，都不愿意亲口说出来。无论是前面的傲娇，还是现在这个样子，其实也算傲娇。你到现在还没猜了？那个同源老师有没有要再登场？他知不知道小胜是什么状况？他有没有小胜的病历？おはようございます。以前抗拒的要命的拍照，现在变谨慎的回忆了。湊さんから荷物届いたから新兄の部屋に置いてある。わかった。啊，你把相机也寄回去哦？那他看到照片不就？对啊。你知道照片是会传达摄影者的情绪的。佐久間先生。おお、アキラ君、こんにちは。来到这地方，有没有想起一些什么？慎太郎君、まだ思い出せていないんですね。はい。君は大丈夫ですか？はい。全然大丈夫。面对长辈没办法再说谎了吼，你也没办法再欺骗自己了。大丈夫ですよ。ないです。大切な人の記憶は大切な引き出しの中にしまっておきたいものです。今はその引き出しに鍵がかかってしまっただけなんだと思います。
老师好会讲哦。哎呦，看到了，小胜吃醋了没？先生は湊さんとどういう関係なんですか？果然会在意哦。いや、さっき仲良さそうに話してたから。その質問以前にもされたことがあります。え？アキラ君は自慢の生徒ですよ。今も昔もこれからも。どうして俺は前にもそんなこと聞いたんですかね？哇，这怎么回答？さあ、私の知ってる慎太郎君はいつもアキラ君のことばかり話していましたよ。我觉得老师已经快憋不住，好想告诉小胜真相了。哎，所以小胜没有跟小臭见到面吗？入院中はお世話になりました。お礼にクッキーを焼きました。よかったら食べてください。小胜平常也会给他做吃的，然而这一次却给的这么生疏。ダメだよ。哦，对哦，他曾经说过他不喜欢甜的，结果现在都忘了。俺がバイトを始めた理由、シュウさん知ってます？それはなんか知ってます？小众会说谎吗？じゃあね。その顔は知ってる顔じゃないですか。教えてください。シュウさん待ってください。シュウさんちょっと待ってくださいよ。おいシン、お前なんで実家に戻ってんだよ。哎，なんでアキラさん家から出て行ったんだよ。不是明日香，你现在是在干嘛？お前とアキラさんはアスカシュウ君。对啊，你不是应该要配合小臭瞒着他吗？俺たちが言うべきじゃない。でもアキラ君が決めたことだし。嗯，もし俺がシュウ君のこと忘れちゃったとしたらどうすんの？哎呦，理解明日香啦。可是我觉得小众的做法才是对的，小臭决定的事情就尊重他。今夜はアジフライか。湊さんにも持ってってあげたら。妹妹，ただ言ってみただけ。你就说因为他在医院期间很照顾你，你要多给他一点回礼。妹妹也不擅长说谎。アスカさん、私もう限界です。果然明日香跟小樱还是闺蜜吼，这一季都忘了。你一个人就在那边吃泡面哦。アキラさ湊さん。なんだよこんな時間而且你们两个又不敲門直接闯进来，ん、いい加減シンに本当のこと伝えろよ。湊さん、お願いします。年轻人沉不住气。逃げんなよ。是逃げてねえよ。俺は真のことが心配なんだよ。小臭，你是害怕这失忆后的小胜不爱你吧？そうやって言い訳ばっか言って自分が傷つきたくないだけじゃねえの。是啊，明日香，但是就这个理由足够他不说了。好きなら好きって言えよ。アキラさんの気持ちってそんなもんだったのかよ。新人のこと好きじゃないんですか？你们两个很懂得如何刺激他哦。好きだよ。大好きだよ。あいつに思い出してほしいよ。前みたいに好きですよ湊さんって笑ってほしいんだよ。Yes，这才是你的真心话。勢いに任せて恥ずいこと言った。哎呦，怎么？アスカもさくらちゃんも忘れて。你在这两个人面前还要担心什么面子？よし分かった。みんなでデート行こ哈，哎，我觉得明日香常常都有一些鬼点子可以打破僵局哦。う。今日こそ真の記憶取り戻したよね。こちら私の彼氏の立花健太くんです。立花健太です。よろしくお願いします。哦，原来就是你害小樱哭整晚哈、这次是 triple date。立花くん、私先にお土産見たいな。这演技シュウ君、あの塔に行きたいの？解散。啊，年轻人啊，还要再打磨过演技呀、明日香，我怀疑你出这个点子也是要为自己谋福利，这样子你可以名正言顺的跟小钟约会。自分たちがデートしたかっただけじゃない。湊さん。你自己就不想约会吗？
我觉得这一集其实意外的不错看呢，因为这一集的故事终于不再像是前面的故事那样子，一直是相同的模式在那边原地打转。这一集有了新场景、新的故事线，还有新的相处模式，以及这几个演员也终于有一些不一样的情绪的表演了。前面我们不是一直都在说看小臭那个惊讶、傲娇的表情，其实都看腻了吗？哎呀，这一集其实让我们看到了这个悲伤、纠结、害怕、怯懦的小臭。总而言之，这个失忆老梗倒是为这部剧意外的带来新的惊喜。我突然好像理解为什么这个老梗大家这么常用了，因为剧情写不下去的时候，就来用一下这个梗，就可以再延续一些新鲜的剧情，就可以又为观众带来新的体验、新的感受了。唉，这样说起来，好像其实也都是编剧偷懒的一些套路啦。真的，我也得自我检讨哦。有的时候真的是不能常见的东西拿来就用，真的不能老是在玩那些旧把戏。我们得努力想新的。你看，像这一集，虽说用了这个老梗之后，观众对这部剧的热情感觉好像又可以再续一段时间，但是也就是个70分的 idea 吧，终究还是会被吐槽老梗的。那行啦，这一集就看到这边吧。下一集我们再继续来看看小臭能不能在他们的约会行程里让小胜恢复记忆。下次见，拜拜。